皆さんの愛犬が散歩から帰った後、倒れ込むようにパタンと横になっていませんか？実は運動を急激にやめると血液が足の先の方に溜まってしまって脳への酸素が不足してしまうんです。その状態でどれだけパンティングをしても体の中にこもった熱を逃がしにくくなるので、家の中に入った後でも熱中症のリスクがぐんと高まってしまいます。症状としては、散歩から帰った後後ろ足がガクガクしている、ぼーっと立ち尽くしている、倒れ込むようにパタンと横になるなどがあります。ですから散歩や運動をさせた後は心拍数と血圧が緩やかに下がるようにクールダウンという時間を設けてあげることがとても大切です。そのクールダウンのやり方について順番にお話ししていきます。1つ目、散歩の後半、家に着くまで少しずつスピードを下げる。そんなに激しい運動させてるわけじゃないからとか、ちょっとそこまで歩かせるだけだからっていう方も、いらっしゃると思うんですけれども、そのちょっとした散歩っていうのが小さな体の動物、特に今のような酷暑の中ではですね、激しい運動に匹敵している場合があるんです。というのも、パンティングハーハーしているだけでも心拍数も、血圧も、ぐんと高くなります。それに散歩中はいろいろな原因で興奮したり警戒したり、または嬉しくて、ダッシュしたり、いろんなことがあってですね、心臓がバクバクしている状態が多いです。ですからそろそろ帰ろうかなっていうタイミングでですね、少しずつスピードを下げて犬に好きなだけ匂いを嗅がせながらだらだら歩きましょう。2つ目、家に着いたらすぐに水分補給。今の季節ですと、ほとんどのワンちゃんが家に着いたらすぐにお水飲んでくれると思うんですけれども、中にはあまり、水を飲まないっていうワンちゃんもいるんですよね。その場合は少し工夫が必要です。例えばボンブロスだとか犬用のミルク、ココナッツウォーター、肉や魚の茹で汁とか、何でもいいんですけれど、皆さんの、ワンちゃんが、好んで飲んでくれそうなものを与えてみてください。液体だけを飲む、または舐めるっていうのがあんまり得意じゃないとか、興味がないワンちゃんでしたら、今の季節ですとキュウリとかスイカでもいいですよね。あとはとろみがちょっとついたもの、少しだけ固形に近いもの、例えばゼリーとかチュールみたいなおやつを水で薄めたりとか、そういったものから少しずつ慣らしてみてください。一度にたくさん飲ませる必要はないので、散歩の後少しでも口の中に水分が入るようにしてあげましょう。3つ目、肉球を冷やす。忙しい時とかね、犬がそれほど暑そうにしていないという時はここは飛ばしていいです。でもなかなか、パンティングが収まらないっていうような時にはぜひやってあげてください。私が便利だなと思って使ってるのはですね、人用の目を冷やすためのジェルパックです。これスイカのデザインでちょっと可愛いんですけど、前にもこれ動画で、紹介したことがあったはずあったはずです。すごくコンパクトなので、犬の体の一部だけを冷やしたいって時にとっても便利なんですね。ブレの肉球を冷やすのにもすごく便利で使い勝手がいいです。でジェルパックとかね、アイスパック、使う方は必ず犬の体に乗せっぱなしにしないように気をつけてあげてください。冷やしすぎもダメです。必ず手で持ってくるくる動かしながら、常に動かした状態で、使ってください。肉球を冷やす時にですね、犬の足をぐっと掴んで持ち上げたりとか、それでいきなり冷たいジェルパックを押し付けたりとかですね、犬をびっくりさせないように犬の反応を見ながら、時間をかけて優しくやってあげてください。やっぱり犬に嫌悪感を持たせてはダメですね。何をするにしても何度も続けて、行えるように犬に負担がない、やり方でやってあげてください。4つ目、マッサージをする。ここからがクールダウンマッサージのやり方になります。この時点でまだパンティングが収まっていないという場合はやらないでください。マッサージは必ず呼吸が正常な状態に戻ってからやります。やり方は、こんな感じです。頭の後ろから尻尾の方向へ撫でるようなストロークをする。
そしてその逆方向にもストロークをする。今回はですね、逆方向へは少し念入りに時間をかけてやるっていうことがポイントです。次に肩から前足の先にかけてストロークをして、またその逆方向にもやります。同じようにここも逆方向に行くときに特に時間をかけてください。そして最後、腰から後ろ足の先に向かって撫でます。ここも逆方向には時間をかけて撫でます。でゆっくり手を動かして、目安としては全体で 4,5 分やってください。犬が気持ちよさそうにしていたら、犬がやらせてくれるだけやって、大丈夫です。ちなみにこのタイミングで、軽いストレッチもできたら理想的です。で撫でながらですね、体全体をチェックして、部分的に熱いな、熱がこもってるなっていう風に感じるところがあったら、ジェルパックでさらに冷やしながらマッサージをしてもいいです。はい、以上がクールダウンのやり方でした。シニア犬や心臓に持病があるワンちゃんっていうのは特に血圧のコントロールが難しいですから、普段から気をつけてあげる必要があります。また遺伝的に、運動誘発性虚脱の傾向がある犬種、例えばラブラドールとかボーダーコリーとかにも、注意が必要です。いかがでしたでしょうか。この動画がもし参考になりましたらグッドボタンで教えていただけると励みになります。ここまでご覧くださった皆様ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。